ます。ラズチャンネルです。さて今まで、マイクの使い方、マイクスタンドの使い方、マイクケーブルについてとやってきましたが、今回は、音響の要ミキサーの基本的な扱い方をご説明したいと思います。今回使用するのは、こちらの、サウンドクラフトの、アナログ音響卓 EPM6 というミキサーです。こちらのミキサーは、モノラル入力が、6チャンネル、ステレオ入力2チャンネルで、エフェクターは内蔵されていませんが、とても基本的なミキサーとなっています。講演会や小さなイベントなどは、これで対応できると思います。その他に、このような、モノラルが、2チャンネル、あとステレオが2系統という、このような小さな、音響卓というのもあります。また、こちらのように、この部分に、デジタルエフェクトが内蔵されている、エフェクト内蔵型のミキサーというのもあります。ミキサーの構成ですけども、大きく分けて、こちらのモノラルチャンネル、そして、ステレオチャンネル、こちらマスターフェーダー、そして、マスターやオグジュアリーアウトなどの出力部分っていう、こちらの部分構成されています。まずは、各部分の説明から、やっていきたいと思います。こちらのモノラルチャンネルですが、同じ構成のチャンネルが1チャンから6チャンネルまであります。上からマイク入力、ライン入力、インサート、ゲインつまみ、あとこちらがパラメトリックイコライザーのハイ、ミッド、ロー、外部出力用のオグジュアリーが2系統、そしてこちらがパンポット、それとこのボタンですけども PFL というボタンなんですけども、検聴用のボタン、赤いボタンがミュート用のボタン、そしてこちらがフェーダーというふうになっています。こちらのまずマイク入力ですけれども、キャノンコネクタが刺さるようになっていて、コンデンサーマイクや DI など、プラス 48V の、ファンタム電源が送れるようになっています。こちらの、ライン入力ですけども、こちらもその通り、ラインの、エレキギターやエレキベース、またキーボードだったり CD プレイヤーからの信号などの、ライン信号が入力できるようになっています。こちらインサートですけども、コンプレッサーやゲートなどのエフェクターが各チャンネルごとに使用できるようになっていて、入出力には TRS フォンの Y ケーブルを使用して使うようになっています。こちらのゲインと書かれたつまみですけども、入力信号のレベルを調節するつまみです。ゲインは上げれば上げるほどレベルが上がってきますけども、今度上げすぎると信号が歪んだりノイズが大きくなったりしますので、後ほど説明しますけれども、適正な位置まで上げるようにします。こちらのパラメトリックイコライザーはハイ、ミッド、ローの周波数を調整するもので、各チャンネルの音質を調整する際に使用します。こちらの EPM6 の場合、ハイは 12kHz、ミッドは 150Hz から 3.5kHz のうち任意の周波数、そしてローは 80Hz がそれぞれ 15dB 分ずつ調節できるようになっています。こちら、AUX と書かれた、オグジュアリーと言ったりしますけれども、2系統あって、例えば一つはモニター用に、でもう一つはエフェクター用に出力するというふうな使い方ができるようになっています。プリとポストの切り替えはこ
ちらの、ボタンでできるようになっています。プリというのが、今このボタンを押してない状態ですけれども、フェーダーの、前に、作用するという、意味がありまして、このフェーダーの大きさに関わりなく、こちらを調節することによって、出力が変わりますというものです。また、ボタンを押した状態の、ポストという、状態ですけれども、こちらに関してはこのフェーダーの後に作用するという、意味がありまして、こちらを上げても、フェーダーが上がらなければ音が出力されないというふうな、仕様になっています。こちらの、パンと書かれたつまみですけれども、こちらは、L と R のバランス、左右のバランスを調節するつまみとなっています。こちらの PFL と書いたボタンですけれども、プリフェーダーリスンの略で、こちらも先ほど出てきたプリなんですけれども、訳すとフェーダーの前を聞くという意味となりまして、こちらフェーダーを上げなくても下げた状態でヘッドホンでこちらの音を聞くことができるというボタンになっています。ミュートボタン、こちらを押すとこのチャンネルの音がミュート、消音されるというボタンになっています。最後にフェーダーは今まで説明したこのゲインからパンまでの調節された信号をどの大きさで出力するかというのを調節するものとなっていて、こちらの0と書かれたところがいわゆる規定値と呼ばれるレベルの大きさになります。こちらを基準にして合わせると後の調節がしやすいですよというこちらの青いフェーダーがついているこちらステレオチャンネルですけれども、こちらは例えば CD プレイヤーだったりとか LR が1つのチャンネルになってまして、2チャンネル分の信号を1本のフェーダーで操作できるようになっています。モノラルチャンネルと違う部分というのは入力がライン入力だけだったり、パラメトリックイコライザーがこちらのハイとローだけになってたりということがありますけれども、基本的にはモノラルチャンネルと構成は同じになっています。こちらの黄色いフェーダーはマスターフェーダーとなっていて、全体のレベルを調節するものです。一番上の地点が規定値となっていますので、使う際には基本的にはこれは一番上に上げた状態で調整をしていくということになります。キャノンのオスがついているこの部分ですけれども、こちらはマスター出力の L と R になっています。その下にはマスター用のインサートがあって、グラフィックイコライザーなどが接続できるようになっています。こちら2トラックと書いてますけども、2トラックインというふうな呼ばれ方をしますけれども、マルチトラックレコーディングなんかをするときはミキサーをミキサーにつないで使うときなんかに使用します。昔でいうピンポン録音ですね、そういったような使い方の時に使用します。この下のレコードアウトは録音をする時などに使用をします。そしてあとこちらはファンタム電源のスイッチとなっていて、これを押すとこちらのインジケーターが光りまして、48ボルトファンタム電源がこちらのキャノンのコネクタを通じて送られるというボタンになっています。あとその横、こちらはフォンと書いてますけども、モニター用のヘッドホンをつないだりするときに使います。こちらモニターアウトと書いてますけれども、これはPA する時のモニターだったりとかをつなぐための出力になっています。こちらに書かれてあるオグジュアリー1アウト、オグジュアリーの2のアウトですけども、これはそれぞれ先ほど言ったように、
例えば、モニターに送るために使ったり、エフェクターにつなぐために使ったりというふうな、使い方ができます。あと、こちらの、部分のメーターなんですけれども、通常時は、ミックスされた音の、出力のレベルが分かるようになっていますけれども、このモニター用の PFL ボタンを押した際には、こちらの PFL アクティブというインジケーターが光りまして、そのチャンネルのレベルが分かるようになっています。それではミキサーの使い方をやっていきたいと思います。こちらマスターなんですけども、こちらから直接カメラの方に録音していきたいと思います。それではまず各フェーダーが下がっていることを確認しまして、ミキサーは基本的に最初このフラットな状態ですね、全部センターだったり絞り切られた状態になっていることを確認してください。まずこちらですね、マイクケーブルをミキサーにつなぎまして、マイクをつないでいきます。それでは、マイクの調整をしていきたいと思います。マスターフェーダーを0デシのところ、規定値のところまで上げていきます。次に、こちらのチャンネル1のフェーダーを0デシベルですね、規定値のところまで上げていきまして、で、あとは喋って、メーターを見ながらはっ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 はこちらが、ある程度大きな音の時に、この0デシをつくかつかないか、くらいのところで調整していくといいと思います。これで今ミキサーからカメラへ直接音がいっている状態となっています。それでは次に音質の調整ですね。先ほど言ったようにこちらのハイのつまみをはっ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 は上げていきますとシャリシャリした音になっていくと思います。逆に絞っていくとはっはっは、少しこもったような音ですかね、になっていくと思います。次に、ミッドですね。こちらが今、真ん中あたりで、そうですね、750Hz あたりになってるんですけども、こちらを上げていきますとはは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 、ちょっとこう、耳にくるような、音ですね、っていうのがちょっと大きくなったのがわかるかなと思います。はは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 はこれを絞るとちょっとスカスカした感じの音ですかね。でこれを可変のはははつまみで周波数を合わせていきます。はは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 、これがいっぱい上がったところですね。はは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 、このように音が変化していきます。次に、ローですね。はは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 へへ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 へ、ちょっとモコモコした音に、なってですね。ふふ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 、絞り切ると、今度ははは、こちらもちょっとスカスカな音になっているのがわかるかと思います。男性だったり、がちょっと、モコモコした感じになっている場合は、ちょっとローを切ってあげたりとか、サシスセソの音が、ちょっと耳につくときは、こちらのハイをちょっと切ってあげたり、ですね、そういった感じの使い方をしていくといいかなと思います。そうですね、ちょっとキンキンとしたハウリングが起こる場合は、この先ほどのハイを、下げるという方法もあるんですけれども、ミッドのつまみを使用してもある程度調節ができます。
周波数がそうですね1キロから3.5キロの間くらいを動かしながら下のつまみでこうちょっとカットしていく。大体この辺りでハウリングが起こっていることがありますので、ここでつまみを調節しながらうまくハウリングを収まる部分を見つけて調節していきます。もしハウリングがこれでも収まらないなという時は少し原因を下げてあげると収まる場合がありますので、そうですね、こちらはいろいろとやってみて調節をしてみてください。今回そうですねモニタースピーカーは使用してないんですけれども、歌物のイベントだったりでモニタースピーカーが必要な場合というのはこちらのオグジュアリのつまみを使ってモニタースピーカーに送る音量をこちらのつまみで調節していきます。モニタースピーカーを使った操作方法についてはまた別の動画でやっていきたいと思いますので今回は特に説明はしないでおこうと思います。マイクの場合ダイナミックマイクとあとコンデンサーマイクがありますというのをお伝えしたんですけれども、こちら、コンデンサーマイクを使用する場合はファンタム電源が必要になってきますのでこちらのスイッチを使っていきます。こちらのスイッチを押すと 48V と書かれたインジゲーターが光ってるんですけども注意しないといけないのはファンタム電源のスイッチは必ずまずマイクをつないだ状態、そしてフェーダーが下がった状態で行ってください。コンデンサーマイクというのは内部に電子回路が組み込まれていましてとても繊細なマイクですので電源が送られたまま抜き差しをしたりすると故障につながります。絶対に気をつけるようにしてください。先ほどはマイクの入力についてでしたが、次はこちらの iPod ですね、こちらをつないでみたいと思います。今回使用する iPod の出力端子は、通常よく見かけるイヤホン端子ですね、ミニステレオ端子といって、よく目にする形のものです。そして、ミキサー側の入力といいますとこちらのフォン端子が L と R2 つ刺さるようになっています。今回使うのがこちらのケーブルとなります。こちらが iPod 側のミニステレオケーブルでこちらがミキサー側のフォンケーブルとなります。まず iPod の方に挿して、次にミキサーの方にも挿していきます。L が白、そして R が赤ですね。あとは音源を鳴らしてフェーダーを上げていきます。今はちょうどいいレベルですね。あともし入力のレベルが低い場合なんかはこちらの原因で持ち上げてあげたり、音質ですね、こちらを立ち上げて音質っていうのも少し調整していってあげるといいかなと思います。CD のカラオケで歌う場合なんかはこちらのオグジュアリを使ってモニターにCD の音源を返してあげたりっていうことをしたりします。これでマイクと音源の音が一緒になった状態、ミックスされた状態ということになります。でこんな感じでメーターが今こちらのマスターの音のレベルになってますけども、例えばこちらでマイクの PFL ボタンを押しますとこのように
アンプがついてマイクの、レベルだけを、表示するようになります。さて今回はミキサーの使い方というのを説明していきましたけれども、大きなミキサーになってもこの基本的な使い方というのは変わりませんので、今回のことを覚えていただくと応用していただけると思います。まだまださまざまな使い方ができますので、それはまた今度ですね、別の動画でまた取り上げていこうと思います。最近ではまたデジタルミキサーだったりとか iPad で操作できるミキサーなどがさまざまな種類が出ています。どのようなことをしたいかによって選び方も変わりますので、楽器屋さんだったりとかでご相談してみるといいかもしれません。弊社でもメールや SNS などでご相談いただけますので、ぜひコメント欄だったりでお気軽にお問い合わせください。